いても立ってもいられなくなっちゃって、つんくさんの歌詞ってものすごく印象的で、初夜を迎える予定のある方へ、頼りない恋人をどうしても嫌いになれない方へ、浪人生の方へ、アラサーの方へ、痩せたり太ったりもするもんだし。お疲れ様です。トウコです。今日はもういても立ってもいられなくなっちゃって、ハロプロの楽曲を語る動画を撮らせてください。昨日2月13日についにハロープロジェクトの楽曲がサブスク解禁されたんだけど、昨日ずっと流してたらもうどんどん気分がスカッとしてきて、スカッとマイハートって感じなんだけど、なんていうか、水を得た魚ってこういうことかっていうぐらい生き生きしちゃって、ここのとこ本当いろいろ考えることあったり、ちょっと人生の岐路に立たされてる感があって、漠然と落ち込んでたんだけど、ハロプロ聞いた瞬間もう元気いっぱいになっちゃって。私はハロプロの特につんくさんの歌詞が大好きなのね。つんくさんの歌詞ってものすごく印象的で、かなりピンポイントな状況を描いていたりするんですよ。だから必ず誰かに刺さると思いながら聴いてて、歌詞の観点でおすすめ曲を上げていこうと思います。あと全部私の妄想で考察されてるから、いやその解釈違うよとかは黙れって感じで聞いてください。あとみんなが勧めてたりトップソングに載ってるような曲は極力避けました。3つに分けて紹介していこうと思うんだけど、まず1つ目が恋愛編、2つ目が年代編、3つ目が心理編でいきます。ちょっとメモ見ながらいきます。じゃあまず恋愛編の1つ目、初夜を迎える予定のある方へ。一発目これモーニング娘。の愛しく苦しいこの夜に。この曲は情景描写が文学的なんです。すごいドラマチックなの。イントロがもうワクワクしちゃう。歌詞の内容としては、出会って半年経ってで付き合ってて、おそらく恋人のお家に泊まってる夜かな。本当なんですよ。本当にこのぐらいピンポイントな状況を描いてるの、つんくさんは。この2人のなんだろうな、関係というかキャラクターというか、すごい少女漫画っぽくてめっちゃキュンキュンするの。怖がって見えぬようにおしゃべりの数増やしたわ。この主人公のドキドキしつつも安心してる、そんな描写が素敵です2曲目、盲目的な恋愛をしている方へ。モーニング娘。の好きだな君が。この歌詞もう頭抱えるぐらい大好きで、盲目的って言ったのは、よくさ、ちょっと太っちょな彼氏のことをクマさんみたいで可愛いっていう子いるじゃないですか。もうその子に、あなたに向けて、そんなあなたに向けてお送りしたい。見た目は可愛くないのに全部可愛すぎるだよ。なんでこんなにつんくさんは女心がわかるんだろうね。とにかく彼が好きすぎて他のことが目に入らないような方に弾いてほしい。で、3曲目、これ個人的に結構好きなんだよね。喧嘩中恋人に出現してしまい、思わず家を飛び出してしまった方へ。スマイレージですすきのタイトル何事って感じなんだけど、彼と喧嘩してる時に自分がもう言っちゃいけない言葉を言っちゃったんですね。ついもう彼はどっか行っちゃって、で自分ももう感情がわーってなって、気づいたら飛行機に飛び乗ってすすきのにいたんです。ついつい感情的になりがちな人は共感できるんじゃないかなと思って、私も自分の話ばっかり申し訳ないけど、付き合いたての頃とかもよくこのすすきの喧嘩した時とか聞いてて早く謝れよって曲なんだけど、これを聞いてちゃんと本当の言葉で話さなきゃって反省できる素晴らしい曲となっています。で、4曲目、美しい思い出のある恋愛を終えた方へ。モーニング娘。でシルバーの腕時計。失恋ソングなんだけど、失恋してもないのに感情移入しすぎて電車の中でこれ聞きながら泣いたことある。結構ドラマチックな歌詞で、誕生日にもらった腕時計、今日も時を刻んでる、美しい思い出たちならとっくに止まっているのに。綺麗すぎん？で、これなんだろうな、切な曲かと思いきや途中でラップが入ってくるのね。主人公はもう悲劇のヒロイン的な感じで落ち込みまくってるんだけど、ラップパートがまだ大丈夫だよ、新しい未来あるからっていう風に励ましてくれるのよ。なんかそのギャップももう聞きすぎて慣れてたけど、そういえばこれラップあるんだったと思ってサブスク聞きながら、やっぱこういう構成が他にないし、つんくさんらしさだなって思います。で、恋愛編最後の5曲目は、頼りない恋人をどうしても嫌いになれない
方へ。メロン記念日で可愛い彼。最初聞いた時は衝撃で、彼氏がめちゃくちゃ優柔不断なの。何も決められない。レストランも洋服も決められない。そんな彼氏のことを可愛いと思ってしまって、何でも自分でやっちゃう彼女の話。もうこれなんかあるあるなんじゃないですか。で、特に私の大好きな大好きなフレーズは、お好み焼きを頼んでもひっくり返せない、結局私しちゃうのね。もうこれお好み焼きをひっくり返せるか否かで人間性がわかるというか、なんでこんなに絶妙なライン、こんなんかお好み焼き屋さんデートしないとわからなくないですか。まあつんくさん関西人だからっていうのもあると思うけど、この部分が大好きで、本当私の恋人って頼りになんないって嘆いている方、ちゃんと美しい楽曲になります。あなたの感情は。次に年代編、年代別におすすめしたいハロプロ曲を紹介します。大丈夫かこの動画、心配になってきた。じゃあまず中高生の方へ、ジックスで白い東京。これも大好きなんだけど、もう私がハロプロ研修生に最年少加入したら絶対にカバーするからって妄想してる楽曲なんだが、中高生におすすめって言ったのは情景描写があまりにも中高生すぎるから。冬の歌なんだけど、女の子がわざと寒そうな仕草をしたら、その彼氏が走ろうっていうわけ。やばくない？この絶妙なその年代の男女の精神年齢のギャップの表し方、やばくないですか？女の子はもうやっぱり恋愛においては割と成熟してると思うから、わざと寒いふりをすることができちゃうのよ。で、あわよくばその彼氏の羽織もんとかかけてもらおうって思ってるわけじゃん。なんだけどそこで男の方はその真意に気づかず、いや走って体を動かせば温まるよっていうわけ。もう運動部すぎるって。好き。最近身長伸びたね。なんか複雑だわ。遠くに行っちゃいそうで怖い。苦しい。多分ね、どっちかが中学受験して学校は違うとか、高校別の学校に行ってるとか、そんな関係性かな。そこまで分かっちゃうのこの歌詞で。すごいでしょ。とにかく成長期のカップルの描写が美しいんですね。じゃあ年代編2曲目は浪人生の方へ。そう、ハロプロ浪人生の曲あるの。私の考察ではあるから違う可能性もあるんだけど、スマイレージで18エモーション。特に私は浪人生になると決まった3月4月の歌だと思ってる。一番最初が流れる雲見ながら涙を拭いた、負けるもんか好き勝手言わせたままじゃ嫌だもん。私これは合格発表を見に行って落ちてて悔しくて空見ながら涙拭いてる描写だと思ってます。今頑張ってる18歳に送りたい曲です。で、年代編3曲目が大学 1,2 年生の方へ。ジュースジュースであれこれしたい。私やっぱり一番ハロプロ聴いてたのって大学生の時期だから、結構自分に重ねながら聴いてました。このあれこれしたいっていう曲のおしゃれなところは、自分のお小遣いでコートを買う勇気って歌詞が出てくるんだけど、すごいよね。コート買っちゃうと他の洋服が買えないじゃない、その値段的に。なんだけど自分のバイト代でコート1着を買うのよ。それが勇気ってつんくさんは言ってるの。忙しいけど充実した毎日を送ってる大学生に送りたいです。で、年代編4曲目が大学 3,4 年生の方へ。拳ファクトリーできっと私は。これもすっごいリアルな、周りみんな彼氏できてるのに自分だけいないとか、本音で話せる友達があの子だけになっちゃったとか、そういう絶妙な転換期の大人になっていく過程の複雑な気持ちを表した楽曲になってます。で、この曲はね、心理編に入れるかちょっと迷ったぐらい人生において大事なことが書かれてて、人間孤独にはやっぱ勝てないとか、そう、この歌詞も好きで、しつこいぐらい同じ歌詞を繰り返すのよこの歌。だからこそなんていうか、自分を鼓舞してる感があって大好き。よく聴いてました。年代編5曲目、アラサーの方へ。キュートでザ・ミドルマネジメント、女性中間管理職。本当にある曲だから、私もうこの曲マジで大好きで、結構リアルタイムで聴いてたんだけど、若いってわけでもないけど偉いってわけでもない絶妙なこの間の年齢の女性の
葛藤を描いた曲になってます。すごいよ。これをキュートが歌うからすごい良かったんだよね。アイドルの中のアイドル、キュートが歌うからすごく良かったんだよね。この週末は休み返上、とちった後輩の穴埋めるって歌詞があるんだよ。すごいでしょ。で絶対これ MV を見ていただきたくて、この週末は休み返上のとこで鈴木愛理さんがね、もうバキバキに、もう私はちょっとできないんですけど、なんかこんな振り付けがあって、これがもうスーツ姿の愛理さんがバチクソにイケてて、なんか惚れ惚れしちゃうんだよね。ぜひ見てほしい。なんかサビの部分でね、なんかこうやってバレーボールみたいにこうやってやる振り付けがあるんだけど、これもすごい好きなの。ぜひ見てほしい。で最後、心理編、世の中の心理的なものを歌った楽曲のおすすめをお伝えします。まず1つ目、夢に向かって頑張っている人へ、モーニング娘。で君の代わりはいやしない。もう私はね、早速歌詞の部分をスクショして待ち受けにしたぐらいこの歌が大好きなんですけど、もう個人的に私応援ソングだと思ってて、一発目、才能なんてあると思うな、じゃないと努力しないだろうって歌詞から始まるの。もう本当噛み締める、反芻して。私絵を描いてるんだけど、もう本当私ってあらゆる目で才能ないなって思うことがあるんだけど、そもそも才能なんてあると思うなよって、あの人は才能あるからって言うのってめっちゃ簡単じゃないですか。で自分は諦めがついちゃうみたいな、よくそういう考えになることがあったんだけど、そんな考え方だったらそもそも頑張ることをやめちゃうじゃん。だからこの歌詞を深く噛み締めた時に魂に刻まれました。で昨日改めてこの曲を聴いてて、そういえばタイトル君の代わりはいやしないだったと思って、なんかその瞬間私もう普通にボロボロ泣いたよね私の代わりなんていないんだから精一杯頑張ろうって思える曲です。こうやってつんくさんに励まされてるんだよね。2曲目、これもちょっと似てるんだけど、頑張っても報われないと思っている方へ、モーニング娘。14でパスワードイズゼロ。そう、私やっぱり2014年にモーニング娘。がモーニング娘。14に改名したタイミングで知って、そっからハマっていったから、やっぱり14の曲の思い出が強いです。このパスワードイズゼロもめちゃくちゃ真理を歌った曲で、生まれてくるのに何の理由もないとか書かれてる。私の一番好きなのは、努力の先には何の保証もない、それでも努力の先に何かがあるっていう歌詞が好き。いやほんまそれなって感じじゃない？頑張っても無駄だしって思って諦めたくなることってよくあるじゃん。だけど頑張ったから報われるとかじゃなくて、頑張った先には何かはあるっていう考え方がめっちゃ現実的だなと思って、すっごく好きです。心理編3曲目、人生にモヤモヤしてる方へ、モベキマスでブスにならない哲学。強烈な曲名じゃない？でこれは造形とかじゃなくて、心のブスにならない方法を教えてくれる歌になってます。ですごい実践的で、私は結婚してから活用してます歌詞で活用的ってどういうことって感じなんだけど、一番好きな歌詞が、してもらっちゃいないからしてあげないなんて、それじゃ愛なんて絶対生まれないんじゃないっていう歌詞。これさ、こう当たり前のこと忘れちゃうよね。私も同居したての頃は、なんか自分ばっかりこんないろいろやってんのにみたいな風になっちゃうことがあって、それでもうやらない、あなたのためにしてあげませんってなると、そこに永遠に愛は生まれないんだよね。だから私もその時にこのブスにならない哲学聞いて、頭に刻み込んで、ギブギブギブです心理編4曲目、背中を押してほしい方へ、モーニング娘。17で若いんだし。私この曲大好き。もうそればっか言っちゃってるこの曲はタイトル通り和コード旅立ち応援ソングなんだけど、つんくさんの楽曲を通してのメッセージで、いくつになっても青春だよっていうのがあると私は解釈してるんだけど、この歌詞も普遍的な悩みの描写があって、それを励ましてくれる応援ソングだなって思ってます。ありとあらゆる変化を肯定してくれる歌詞。一番好きなのは、痩せたり太ったりもするもんだしってとこ。なんかさ、達観してるんだよな。すごく何か挑戦したいけど踏み出せない、そんな時に聞くと励まされる。あと曲調がすごく爽やかな感じで、もう青空の下、草っぱらの中を歩きながら聴きたい曲です。勇気がそりゃ必要な時もあるだろうが、結果を先に気にすんな。
いやーなんかさ、こういうさ当たり前のこと歌にしてもらえると助かる。どうせやってもダメだと思うとかさ思いがちじゃん。だけどそういう時に響くのってさ、正論じゃなくてこうやって歌エンタメを通してなのかもって思うんですよね。ありがとう、この世に歌が存在してくれて。心理編5曲目、すべての人に聴いてほしい世界平和ソング、モーニング娘。で雨の降らない星では愛せないだろう。これはもう言わずもがな大大大名曲なんだけど、私はつんくさんの歌詞は3つのテーマがあると思ってて、1つ目が地球、2つ目が愛で、3つ目がロンリネスだと思ってるんだけど、この3つが全部入ってる曲が雨の降らない星では愛せないだろうだと思ってます。定期的につんくさんって自然環境を守ろうとかそういうメッセージを歌詞に入れ込んでくださるんだけど、それをすることによって次の世代にたすきを渡すことができるから、すごく大事なことだと思ってらっしゃるのかなと思う。でも2つ目の愛は言わずもがなだけど、3つ目のロンリネス、孤独っていうのは結局人はみんな孤独なんだよっていう真理を伝えてくださってる。別にそれは悲しいことじゃなくて当たり前のことなのよ。でみんな孤独を知ってるから人に優しくできるわけだから、大事なことなんだよねって思ってます教育で、その3つが揃って世界平和につながるんじゃないかなって。この歌は本当綺麗事じゃない世界平和を歌ってるなって思ってて、この時代のモーニング娘。って中国人のメンバーがいたのね。だからこの歌の一部分に中国語の歌詞が入ってて、それもみんなこう肩組んで仲良くやっていこうよっていう思いがちゃんと伝わってくるというか、そう私は解釈してます。陸のない星にはならないようにっていう一部分があるんだけど、これも私は戦争のことかなって考えた。人々が争ってもう住めなくなっちゃうじゃん。そんなことにはならないようにモーニング娘。が平和を歌うっていう、これはな毎年歌ってほしいんだけど、歌番組とかで8月とかさ。はい、そんな感じでした。3つに分けてご紹介しましたがいかがでしたか最後に番外編で、私がもし結婚式をやるんだったらこれ流すって曲があって、ちょっと聞いてもらっていいですか。キュートのTo Tomorrow って曲。この曲はキュートがもう解散する時のラストシングルの曲なんだけど、だから卒業ソングではあるんだけど結構結婚式っぽいなと思って、ぜひ退場ソングに使ってほしい。お化粧を直して自信ある顔をして、鏡の中の私は幸せいっぱい、わがままも言いました、育ててくれたことを感謝しています。ほら親向けっぽくない？でも多分やっぱキュートとつんくさんの関係性が親子のようなつながりだったんだなって思いますね。しみじみ。で最後、私の葬式ソングはハロープロジェクトオールスターズで All for One and One for All でお願いします。葬式でぜひかけてください。これもね心理編に入れるかちょっと迷ったんだけど、もう結構すがすがしい前向きソング、ワクワクする感じ、もう行こうぜ、やってやろうぜみたいな。私が召されて、その場に残された方々に向けて届けたいメッセージっていうのがこの曲です、結構集大成っぽい曲調だしいいんだよね、葬式にはい楽しい。もちろん今挙げた曲以外にも素敵な曲はもう山ほどあるから、たくさん聴いて、で私もその膨大な曲数あるから全然正直聴けてないのね。結構偏ってるからプレイリストが。ぜひおすすめあったら私にも教えてください。私はもうこのサブスク解禁を機に、今までハロプロ聞いたことなかった方とか若い方とか、歌詞も曲調も新鮮だから、何かそこからインプットして新しいものを生み出していくんじゃないかなって結構思ってて、誰って感じなんだけど思ってるから、すごく楽しみなんだよね、これからが。あとは何よりもモーニング娘。のもう大大大名曲セクシーボーイそよ風に寄り添ってって曲があるんだけど、もう私はこの曲を TikToker たちが踊りまくるのかと思うと、もう楽しみでしょうがなくて、もう絶対踊るよねあれは。
1時間ぐらい語ってしまった。いや本当はもっともっと語りたいんだけど、ていうか昨日からもうずっと流して一緒に歌って喉がガラガラです。もう本当に生き生きしちゃって、この生き生きが続くように、青空がいつまでも続くような未来であれって感じで頑張っていこう。ハロプロとともに。じゃあ今日もありがとう。また来週。